そもそも申し込んだ時は2歳半ぐらい、出た時も3歳になったばっかりだったんで、どんな子っていう以前に多分ものがまだ分かってない状態だったと思います。ただ実際に1回目出て予想としては練習とかみんなに参加して経験はできたとしても、本番のランウェイは歩けないかなと思ったんですよ。そしたらきちんと歩けて、めちゃくちゃ親としては感動しました。家族も感動しました。1回そういういい経験ができたからいいかなと思ったんだけど、実際にはココちゃんに聞いたら2回目も出る、当然レッスンも大変だし、度胸もいるじゃないですか。出るって聞いたら出たいって言うんですよ。まさか出たいって言うとも思わなかったし、それは嬉しいことだから、逆に親としてはじゃあ出ようねっていう、そういう積極性は出てきましたよね。もともと洋服が好きだうんぬんって2歳半とか3歳ぐらいじゃそんなにはないとは思うんですよ。でも結果的には今は例えば洋服選ぶにしても、毎日着ていく服にしても、うちの嫁さんが用意しても絶対それを着ないっていう、自分でコーディネート、この組み合わせっていうのを考えて、それこそ僕と同じでちょっとした眼鏡かけてみたりとか、髪型とかアクセサリーを変えてみたりとか、靴の色をちょっと差し色にしてみたりとか、そういうことをよくやってるから、本当に、洋服のこともよく知るようになったし、コーディネートのこともよく分かるようになったし、デザインとかに関してももともと好きだっていう素質はあったと思うんだけど、それが今日常になってるっていうのを見るとよかったなと思いますよね。もともと出たっていうこと自体を、どっちかっていうとうちの嫁さんとかは周りに言ってなかったんですよね。ただやっぱり授業抜けて出て行ったりとかしてたから、結果的に当時行ってた幼稚園の先生とかはやっぱ知ってたし、それを通してその周りの人たちも知るようになったっていう感じなんですけど、やっぱり当然見る目っていうのはやっぱ変わると思いますよね。小さい世界でのコミュニティで生きてる人と、やっぱそこから出てる人ってやっぱ見え方はやっぱ当然違うじゃないですか。ただ人生の中でコミュニティとか自分の世界をいくつも複数持つっていうのはすごく重要なことで、例えば学校、自分の地元の学校とか、その1個しかコミュニティがないと、その中で生きていくのって意外と大変で、自由ができないんですよね。周り見ながらみんなと同調しなくちゃいけないとか。でも実際は2つも3つも趣味の世界とか、例えばこうちゃんだったらモデルの世界で来ました、他の習い事の世界で行ってます、他の外国の友達と遊んでます、こういういくつかの世界があると、例えば一つのコミュニティの中でうまく活かせなくちゃいけないっていうことがないんですよね。別にこっちで自由にして、友達にどういうふうに思われたら、向こうでもいくらでも友達もいるし、楽しい世界もあるし、こっちでもあるし、そういうふうに柔軟にものを考えられるっていうか、やっぱそういうのが多分あると思いますよ。一つのコミュニティに依存するっていうのは簡単そうに見えてすごく大変だと思うんですよ。やっぱり例えばうちの嫁さんの話で言えばママ友の世界があったりとか、例えば子供は子供のやっぱ世界があったりとか、その世界にうまくフィットするって、できる子はいると思いますよ。できる子はいると思うけど、やっぱりそこにうまくいかなかったりするとすごく大変じゃないですか。だから学校に行っていじめの問題があったりとか、でも学校でいじめられたとしても、もう一つじゃモデルの世界ではみんなと仲良くして面白かったら、別にそんなの全然気にならないし、悩むほどのことはなくなっちゃいますよね。JKFW を見てて思ったことは、他のファッションショーは、当然日本でやって全国でやってます、地方の子たちともコミュニケーションできますはあるんですけど、やっぱ JKFW はどっちかというと始めた時に世界目線だったっていうのがあって、地元のコミュニティとか、例えば日本とかだけじゃなくてどんどん世界を広げていくっていうことが重要だから、それで実際アジアの人たちが来たりとか、もともとの世界目線だったってとこがやっぱりJKFW に出してあげたいなと思った理由ですよね。めちゃくちゃありました。例えば去年保育園から幼稚園に行って、今幼稚園の年齢で言ったら年長さんの年齢に今年の4月からなった年齢なんですけど、実際去年幼稚園からプリスクール、インターナショナルプリスクールの方に転校したんですよ。本人に聞いたら転校したい、なぜかって言ったらインターナショナルスクールには外国の子供たちもいっぱいいるじゃないですか。で自由があるわけですよ。片ややっぱ日本の幼稚園はみんなと一緒のことをやりましょうと。でみんなができるのになんであなたできないの、こういうことをしつけされたりするわけじゃないですか。やっぱりそういう意味でインターナショナルプリスクールの方がいいんじゃないかなって僕が話をしたら、行きたいと。嫁からすると
転校するってやっぱり周りが変わったり環境変わるからすごくストレス受けるから、それ結構ストレスになるし、ここちゃん嫌がるんじゃないのって言ってたんですよ。でも実際聞いたらこちゃんはいや行ってみたいと。実際プリスクールに入って半年以上経ってるんですけど、今どうだったって聞くと今の方が楽しいと。でやっぱり環境を変えるっていうことに関してもめちゃくちゃポジティブ、それはやっぱりJKFW に行ってやっぱりいろんな国の子供たちと会って、やっぱりいろんなものを見て、いろんなコミュニティ、いろんな考え方、いろんな文化があるっていうのを触れられたからこそ成し得たことっていうかできていることかなと思いますよね。例えば今世の中変わって勉強ができていいとこに就職しなくちゃいけないとかよりは、例えばそれこそ YouTuber になるとか、やっぱそういう選択肢があるわけじゃないですか。そういう中で昔よりは例えばモデルになるとかいうのも非常に身近にはなって触れることがあるかなと思うんですよね。でそれを見て子どもたちがああいうの憧れる、アイドルになるの憧れる、そういうチャンスが多いと思うんですよ。その時にやっぱ親としてはやっぱその背中を押してあげるっていうことも当然重要だし、逆に言ったらJKFW に出すか出さないかってもし親がいたとするじゃないですか。やっぱり自分の子供がそんなことできるかなとか、やっぱ心配がいっぱいあると思うんですよ。でも結果的には僕が思うにはポンと背中を押してあげた方がいい。要は一歩前に進んだ方がいい。なぜかって言ったら、もし出てみて、当然大変なことはいくらでもありますと。でもやってみたその経験、もしくはうまくランウェイで何かちょっとミスをしました、全然いいんですよ。それが成功だったか失敗だったかじゃなくて、そういういろんなことをすることから何を学ぶかが重要なんで、だから当然迷ったらどうしようかなじゃなくて、迷ったらとりあえず何でもやってみて、でやってみたところから何を学ぶかが重要だから、多分子供がモデルさんに興味があるとか、ファッションデザインとかに興味があるとかあったとしたら、当然躊躇なく背中をパンと押してあげるべきかなと思いますよね。さらに言うともう一つあって、もし押してあげたでそこでした経験って結局周りの子たち、その子で親御さんみんなでした経験なんですよ。お金には変えられない経験を一緒にしてるっていう、そういうメリットはもう一つありますよね。もしこの動画を見てちょっとでも興味があるんだったら絶対出てみるべきです。これは本当に子供にとってもいいですし、親にとってもいいですし、もうその経験自体がもうかけがえのない経験になるので、ぜひ参加してみたらいいかなと思いますよね。